も、最強無敵の復讐者ちゃんよ。現在深き夜自己記録タイの25連勝中。記録更新をかけていざ出撃。できれば楽なエデレと家具のスターでお願い。よりにもよって標的不明。だが問題ない。なぜならちょうど今回から新しい汎用異物セットを導入したから。これが新しい構成。最大 HP 上昇を3つ維持した上で深層異物側に気筒強化を3つ積むことができたわ。物理カットや属性カットがなくなったから耐久的には下がってはいるけどやっぱり無条件での約 10% 火力アップは大きい。おまけで敵倒しアーツゲージ増加プラス1もついてるのも嬉しいわ。通常異物側はほぼ同じだけど色の関係で常世マリス異物が通常マリス異物に変わってるわ。持続回復や HP 低下時回復がなくなるのは地味に痛い。通常マリスの2つの効果はメリットデメリット両方ある。どっちかといえばデメリットの方が大きいと感じるから苦肉の策だけどね。やはり固定値100の HP 上昇は復讐者にとって大きすぎる。火力と耐久とアーツを兼ね備えたこの最強異物構成で連勝記録更新よ。奇変はなしの通常リムベルド。味方はブライカンさんと執行者さん。全員侵入者バフあり。悪くないわね。初手の動きとしては、東の境界行ってからの最域大境界かな？最近は次行くところが明らかならピン刺さない人も多いけど、刺して損することはないし安定取るならやっぱこまめに刺すのが無難ね。罪人待ち中。あ、なんか雑魚に気づかれちゃった。まあ重装で適当に巻き込んで倒しましょう。特に問題なく瞬殺。レディは当たりの部類ね。回避の強さだけだるいけど。さて洗剤は、デフ。あ、こいつらの処理忘れてた。というか口切れてたのにやばいんですけど。まさかこんな雑魚相手に全滅はないわよね。ありがとう。あと一発だから回復より一目切る。あ、一発じゃなかった5個。何回死んでるの？最域とはいえトガビトみたい相手にみんなで警護回避んちは、ロスすぎる。ありがとう。さすがに敵を舐めすぎてたわ。重装温存はこのままボス行く気だったからだけど呪装の弱さを見誤っていたわね。死者たちの長笛は進行補正ありのレア大槌だから攻撃にも救助にもよし。レベル2で FP わずかで HP も半分だけどこのままボス行くわ。たとえ最域でも火の僧兵と霊廟騎士ならそのまま行くのがおすすめ。そんぐらい弱いからね、雑魚も絡まないし。最域ならちゃんと潜在3枠でパッシブも出るしユニーク武器も出る。通常フィールドボスと同じぐらいには価値あるわ。行動で胆石2を手に入れて。中央砦道中でアジン上変異体を撃破。迷うことなく重装を強化。今回はムラがあるから胆石には変えるしね。氷石判明後の弱点祈祷のために取っておく選択肢はないわ。まあムラがなかったとしても重装強化でいいと思うけど。それぐらい重装の道中での汎用性はず抜けてるから。それに DLC 後は梶村行けば高確率で胆石に拾えるからね。本当にありがたいことこの上ない。砦城のるつぼをあらかた殲滅してタイムアップ。狙われにくいは取っとかないとね。何のイベントも発生しなかったからまだ標的は一切不明だし。行動前でレベル上げしたらもうレベル10。やっぱるつぼ砦は神。通りすがりに黒き刃を蹂躙して1日目終了。バカみたいな最序盤だったけどその後はかなりスムーズだったわね。1日目夜ボスはただれた呪霊。ということは標的はグノスター、カリゴ、ナメレスのどれかね。一応巨人の火をくらいがあるから村行って強化か。まあでもそこよカリゴの鎧対策もあるし理想は狂い火出てほしい。あとはナメレス用の降臨か雷の槍。雷の槍も強化必要だから胆石に勝っても3日目まで持ち込みかな。特に問題なく撃破。お、回避強化は美味しい。1日目夜ボス潜在の数少ないあたりね。2日目は霊用でまず西の最域故障かな。レベルも十分だし大丈夫でしょ。竜の巣からだーいぶ。何も見えないんだけど。一応入り口近くに降りられた。あの雲初めて入ったけど何も見えなくなるのね。学び終えたわ。内部まで来たけど罪人がいない。なんで？雑魚敵倒しつつ待ってたけど来ないので諦めてボスへ。ここにいたりは、しないみたいね。お、HP 最大時カットアップ付きの黒煙火投げ。しかも祈祷強化まで。さすがにもらうしかないでしょ。
上に出てきたらようやく罪人どもを発見。こいつらって上にも湧くことあるんだ。知らなかった。でも今までほとんど上に湧いたことなくて内部に湧いてたんだけど、そんな偏ることある？そう思ってウィキ見たんだけど。本当にランダム湧きじゃないのね。ホストプレイヤーに近い位置に出るらしい。知らなかったの。私だけかよ。確かに遺跡とかに3人揃って正面から行くとほぼ毎回正面に湧いてくれてたわね。今思えば。今回の湧き場所がいつもと違ったのは上空ダイブっていう普段しない入り方をしたせいね、きっと。ぶっちゃけ知ってたからってムーブがそこまで変わりはしないとは思うけど出現1の候補ぐらいは知っておくべきだったわね。ざっくり言うと大体は2パターンで、入り口近くかボス近く、らしいわ。さて結構時間を取られてしまったけど予定通り北西経由で最北の村へ行きましょう。道中のボスかれるかは収縮次第。東寄り。となるとあんまりここら辺のボス倒す時間ないわね。新宅の死者だけ倒していきましょう。執行者さんが大境界ボス撃破 HP 上昇を持ってるからこれはいい選択。というのは戦ってる時は忘れてたけどね。人をため強化と炎攻撃上昇の巨人戦員。今回一体大当たりが多いわね。霊陽横は赤狼。今回はスルーね。何より村優先。村で楽しいお買い物。のはずだったけどルーン維持するの忘れてたからあんまり買えない大失態。迷ったけどここは最優先のポーチと成功数個。残りで誘引盾を買って終わりね。不完全燃焼。明石漆士たちを倒して祈祷強化プラス 7%。中央砦地下で王族の勇気を瞬殺。ここで赤い体から短石にドロップ。梶村行く必要もなくなったわラッキー。洗剤の方は狂いビキター。これでグノもカリゴも常世だろうがいけるわね。屋上上がって黄金樹の化身。炎攻撃高まってる今ならさすがに瞬殺。浮気東強化付きの降臨サイス。ナメレス用にこれは欲しい。また捨てるものないっての。HP 最大時カットアップか炎攻撃上昇か。ここは耐久重視で。HP 最大時カットアップ2つある安心感は大きすぎる。人をため強化は強いけどあるとどうしてもためにこだわって被弾しやすくなりがち。そこら辺はプレイスキルの問題だけどね。結局短石にはいらなくなっちゃったな。狂い火で発狂蓄積溜まってる時用に神狩り全員強化しておくぐらいか。聖の梶村で神取りの戦士撃破。その後忘れず鉄宝箱。こういう時に限って短石に出るのは知ってた。やることないから普段取らないところの宝箱も。だからいらないっての。こっちの付帯もいいし今回恵まれすぎ。もっと下振れてる時に頼むわ。2日目夜ボスは冷たい谷の踊り子。この場合の標的はフルゴール、カリゴ、ナメレスね。1日目夜ボスと合わせるとカリゴかナメレスのどちらかということになるわ。どっちでも武器は万全。いやサイスは火力補強全くないからナメレスだと微妙かも。火力だけなら重装の方が出るでしょうね。当てやすさ考えるとさすがにサイス使うけど。踊り子は問題なく撃破。HP15% は美味しい。この HP なら最大時カットアップ1つ捨ててもよかったわね。味方に貢いでもらって成功は12個。負ける未来なし。さあお相手は、カリゴね。問題はどっちなのか。通常カリゴ、勝ったわ。まず挨拶代わりの狂い火種。まずまずの火力。実はもう見どころないんで100倍速でいいっすか。やったー。勝ったー。これで26連勝だー。ありがとう2人ともまたリムベルドで会いましょう。というわけで連勝記録更新はあっさり終わりましたとさ。まあそんなものよね案外。見どころなんて最序盤の3バカしかなかったけど勝ちは勝ち。早速確認。わーい、26連勝。めちゃくちゃ久々に更新よ。これが悪夢の3連敗。こいつらがなければ50連勝だったのに。いや、むしろ敗北が固まってくれてるおかげで連勝できてる？そう考えるとむしろラッキーまであるのかも。とにかくこっからさらに連勝を伸ばしていきましょう。さあ今日は続けていくわよ。目指すは27勝目。標的は瓦礫の王ね。今回はストラゲス専用の異物セットでいくわ。なんと腐敗耐性プラス1を2個積み。それでいて HP 上昇3つも維持。
さらに最後の効果もストラゲスピンポイントメタ。こんな異物が出てしまっては使うしかないわ。色の問題で重装がないのはあれだけどね。だいたいこれぐらい腐敗耐性上げれば3日目に一切腐敗にならないんじゃないかと思っての検証でもある。これぐらいってのは動画から腐敗の雨の継続時間を数えてそれを元にしてるわ。うまくいけば常に HP 最大時カットアップを維持してストラゲスと戦えるから安定度が大きく上がるはず。さあ行きましょう。奇変はなし。味方は追跡者さんと葬儀屋さん。侵入者バフは追跡者さんのみ。葬儀屋さんは1段目強化型。追跡者さんはスタンダードプラス霜踏み凍傷強化型ね。標的性弱点で近接でサイス型が全くいないのは珍しいわね。久々の霜踏み復讐者ちゃん。まずは小取りで攻略。そういや宝箱から洗剤出るのって標的不明や地図情報欠損の時だけらしいわね。全然気づかなかったわ。最初の洗剤で黄金ハルバードは大当たり。標的瓦礫の王で一番危険なのは間違いなく1日目夜ボスの死の騎士。奴らに唯一無耐性で通る生属性の武器が何よりも欲しい。それを最初の拠点で引き当てるのは豪運だわ。しかもユニーク武器。行動で探石2をゲットして中央砦に来たけど強化するものがない？なんかいいの売ってない？お、重装があるじゃない。だったらこれ強化でいいか。異物につけれないならショップで買えばいいのよ。ただ R1 と R2 誤爆しないようにだけ注意が必要ね。トロル取りで攻略中。また生武器。来ない時は全然来ないくせにどうして固まってくるの？ほんと。そして1日目夜。お相手は、熊かーい。ちゃんと死の騎士対策できた時に限ってこうなる。知ってたわ。何事もなく大赤熊を倒して2日目。霊陽で北西に飛んだわ。普段は状態異常耐性だけど、今回は検証を兼ねてるから取らないでおきましょう。2日目も順調だったけど結局降臨は拾えず。ストラゲスには黒煙か重装で戦うしかないか。炎攻撃上昇の付帯があるからアンコモンでも黒煙。いや火投げでいいべよ。戦闘中のよそ見、ダメ、絶対。まあ真珠獅子舞は特に問題なく撃破。うわ、どれもいい洗剤。迷う。でも物理カットかな。今回火力かなり低いし。3日目。とりあえず成功買って。お？さまよう祝福じゃない。私がもらっておきましょう。降臨はないけど成功は十分だし FP は大丈夫でしょう。燃費考えるなら黒煙より火投げかな？いや重装でもいいかもだけど。やっぱさまよう祝福があると安心感が違うわ。さあ半落ストラですから。初手は黒煙だけどしばらくは燃費のいい火投げでいいかな。ダメ火投げで600ちょいか。スマシアか。そして来た、腐敗大爆発。からの腐敗の雨。これを耐えられるのかどうかが今回の検証ポイント。大抵のプラス1が深層異物にしかないから実際に深き夜に潜らないと検証できないのが困るのよね。あと今回非ダメージ実敗蓄積もついちゃってるからしばらくは無被弾が必須。本当は検証のためには外すべきだけどね。他の異物にあんまいいのなくて。あ、腐敗の雨終わったわね。そして腐敗発症はしなかった。最強。この異物セット対ストラゲス最強ね。でも意外と余裕あったわね。これならレベル12ぐらいでも十分耐えそう。ワンチャン腐敗耐性プラス1とプラス0でもいけたりするかな？ちょっと待って、まだ前回の分の蓄積が回復しきれてないんだけど？間欠戦で腐敗発症しちゃった。でも蓄積の残り分的に明らかに2回目は雨だけで発症してたわね。1回目しか意味なし？しょんなー。ともあれ半落ストラゲスは撃破。いや、それでも1回目の腐敗を防ぐことができるのは有用よね。そこまで長期戦になることは少ないし今回も結局2回だけだし。半分防げると考えれば強いから。さあ衝動のストラゲス。最初の方向って私フィールド全体だと勘違いしてたけど後ろ下がれば食らわないらしいわね。どれぐらい下がればいいのかは知らない。お、当たらなかった。ダメージはないけどバリアレイアッ
覚えておくべきね。どれぐらい離れれば良いかは今後検証していきましょう。おっと、いつの間にやら3ゲージいってたか。さすがにアーツは早いか？来なさい、セバスチャン。救助は一旦任せてしっかり敵を見ましょう。あ、なんか時間差で死んだ。あとちょっとだから私に任せて。任されなかった。ナイス救助。定期的に追跡者さんが精密恐竜をかけてくれるわ。サポート志向の追跡者さんは珍しい。一番攻めてる葬儀屋さんがどうしても被弾しがちになってしまってるわね。ここは、もう来ちゃっていいかな。いやちょっと軽率だったかも敵体力的に。まあいいや大丈夫でしょ。北は腐敗大爆発。1回目は発症しないことは確認済み。この HP なら1回耐えれば次はもうないでしょう。やっぱり有用よね、この腐敗耐性は。ちょっと、雨が止まないんだけど、1回目で腐敗発症してるんですけど、なんでさっきは余裕持って耐えたのに、まだ雨降ってるわね。雨の長さにはランダム性がある？それとも半落と衝動でそもそも持続時間が違ったりする？救助時にタゲ変更をクイックピンで知らせてくれる人は有能。とりあえず救助はできたけど、腐敗の雨で腐敗発症しないための今回の異物構成なのに3回のうち2回も発症してるんですけど。あ、とどめ刺しちゃった。やったー。結局最後まで腐敗の雨降り続いてたわね。おそらく衝動の方は雨の持続時間長いと考えるのが妥当でしょう。とりあえずありがとう2人とも。またリムベルドで会いましょう。さて、せっかくの腐敗耐性、ストラゲスにはほとんど意味なしということが分かってしまったわね。さらに腐敗耐性を盛れば2回目の発症や衝動形態での雨も耐える可能性はあるかもしれないけど、さすがにそこまでするのは本末転倒ね。今回も火力異物2つも外して腐敗耐性つけてるのだから、腐敗発症は諦めて通常の異物セットでいきましょうこれからは。さて気を取り直してさらにもう一戦行きましょう。今回は全部続けてだからこれは28連勝チャレンジよ。また瓦礫の王。さっきので思い知ったので今回は汎用セットでいくわ。1戦目に使ったものよ。もうさっきのストラゲスプリセットは削除していいまであるわね。悲しみ。今回も奇変はなしね。味方はレディさんと追跡者さん。レディさんはカーリア剣魔術型。追跡者さんはハルハル戦技強化型ね。かぼちゃ頭行動を攻略後。雑魚発見。美味しく狩りましょう。あ、でも FP 全然なかった。レディさんも特化武器ないし意外と時間かかる？ SP 切れたし。ごめんちょっと失礼。最寄りの祝福で回復してくるわ。くそー。こんなんだったらスルーして中央取りで行けばよかった。待たせたわね。よりによって今回来るなんて、急げばそこのダイヤ H で強化できる？あ、瀕死。これは完全に私の判断ミスのせいね。しかも結局ギリギリ強化できなかったし。最悪だわ。飛ばされたのは大教会。商人いないから強化できてないのが響いてるわ。火の総兵だから下か。単体ボスのパターンは厄介。1対2を強いられるからね。ただし私は復讐者。数の振りはファミリーで相殺可能よ。単独戦闘は絶対に瀕死になってはいけないわ。誰も救助してくれる人はいないからね。瀕死イコールほぼ死亡で大きなロスだから普段よりはるかに丁寧に立ち回ることが大事。今回は重装の範囲&リーチとか火の総兵のひるみやすさも相まって安全に立ち回ることができたわ。拠点ボスは味方が潜在拾えない可能性も考えると無理に倒す必要はないけどここまで削ったなら倒しましょう。さて終わったのは今のところ私だけ。普通に近いレディさんのところ行きましょう。やべ重装強化しようと思ったけど単石1買うルーンがない。周りの雑魚をちょっと処理。ようやく強化できる。めちゃくちゃ無駄な時間だったわ。そしてボスのところ来たけど、あれボスどこだ？味方のアイコン見ればよかったわね。でも終わっちゃった。私が期待に。
てか獅子の根種の方もどこよ。探すより最後の拠点行くか。これは、死の騎士か。死の騎士と安寧者の1対2はなかなか辛そうだけど。あ、終わっちゃった。せっかく早めに救援来れたのに結局何もしてなくて草。どうせなら死の騎士だけ倒しましょうか。いやどこまたボスどっか行ってるんだけど。味方はもうボス無視で撤退してるし。レディさんは飛ばされる前のルーン回収ね。じゃあ中央砦で合流が丸いかな。その前に鉄宝箱あさり。よし探石に。これで1日目夜の死の騎士用の武器も用意できるわ。聖武器はないから火のクレイモアでいいか。火も一応他よりは死の騎士に通るからね。ようやく中央砦まで来たんだけど。もう収縮。ならここか。これなら最初から倒していれば、いや言っても仕方ないけど。ダイヤ H に戻ってきたら今度はちゃんと正規の位置にいてくれたわ。弱くね？こんな体力低かったっけ？いくら変異体じゃないって言っても、重装3発分？さすがにもうちょい硬いイメージだけど気のせい？それとも安寧者イベントの拠点ボスって体力減ったりするんだっけ？初耳だわ。後で調べてみたら魅了が解除された敵は攻撃力とカット率にデバフがかかるって情報があったわ。こんなに変わるものなのね。そして雷の梶村。2回も同じ拠点巡ってるの非効率すぎる。珍しく正規ルートで進んでみたら、板橋の騎士。多分かなり手前側まで来てたのね。それでさっきいなかったんだわ。冷静に考えればそっちぐらいしか行く場所ないものね。味方が来てくれてなんとか撃破。というわけで1日目夜、レアの日のクレイモアがあるし来なさい、死の騎士。で来ない。そういうものよね。それでどうせ古文呪詛しか近接武器ない時に限ってくるのよ。大赤熊はもっと苦戦すること多いと思ってたんだけど意外とそうでもないのよね。野良マルチだとほとんど苦戦した記憶がないわ。方向での火力無限バフがあるとは言ってもやっぱ物理 100% なのが楽な理由かしら。それ以前に単体ってだけで弱いか。あんまり削れてない。ファミリーも使い切ってるし。もしかして長期戦になったりする？大丈夫よね？ FP 足りない。できれば成功は温存したいのだけど無理かも。救助したかったけどこっち来たわ。L1 合格。やばい死ぬアーツ。危なかった。私は何回両手持ち切り替えミスすれば気が済むの？武器切り替え一切しないなんてのは無理だし、やっぱガードしてないと安心できない癖を直した方がいいのかな。まだ残り HP4 割もあるしさすがに成功使うしかないか。あ、3ゲージ。さっき自分の安全のためにアーツ切ったのが悔やまれるわね。とりあえずセバスチャン。こっち向いた。方向か。だったらもういい戻れセバスチャン。あ、ちょっと遅かったから食らっちゃった。もったいない。マジ？あ、復活来た。助かった。ファミリーも死にかけだし危うく絶望弾逃げタイム始まるところだったわ。あ、向こう向いた。こういう時上手い人はクイックピン刺すのよね。私は忘れてたけど。まあ方向だから今回は関係なかった。セバスは体力減りすぎてたわね。ヘレンお願い。召喚速攻撃素晴らしいわ。なんとか救助できた。珍しくうまいこと救助引き継ぎできたわ。なんか敵の重装当たらなかったんだけど、ジャンプ間に合うか不安だったからガード受けしようと思ったんだけど、どう見ても当たってるけど意外と判定ガバガバなの？わかんないけど。こいつの遠距離攻撃何気に多彩で厄介よね。突進はわかりやすいけど今の引っかきは予備動作小さくて毎回ビビるわ。でも一番危険なのは飛びかかり。判定の分厚さに何度もやられたわ。6回目の方向。さすがにもう HP 最大時カットアップも貫通してワンパンされるか？まだアーツは溜まってない。レディさんのフィナーレ来た。これなら。
降下時間ギリギリで救助成功。ちょっと前のアップデで時間伸びたおかげね。今度はレディさんか。もう少しでアーツ溜まる。敵の HP は残り1割。とりあえずは殴り救助で。アーツゲージためも兼ねてね。クマさんの方は8回目の方向バフ。もうかすっても即死でしょうね。あとはセバスチャンいける？ナイス。やっぱり頼れる男だわ。あら。もう削り切ってしまうのも選択肢だけど、さすがにアーツ切りましょうか。方向バフ救助は初めての領域だしね。とどめ。随分苦戦したわ。やっぱり安寧者に飛ばされたのが味方のファームに影響したんでしょうね。たまたま私は今回戦える2体揃えられてたけど。さて2日目は近くの聖域故障から、霊脈ジャンプで突入。なんだけど、今回も罪人が内部に出現しなかったから引き返すことに。そんなに上に出ることって多いの？いや、今回も突入方法が霊脈だったからか、普段と違うのは、ちゃんと覚えておかないとね。罪人処理した後は霊脈で北西へ。早急にレディさん用のカーリア剣魔術を入手したいのもあるし魔術師等。目当てのもの、ちゃんと入手できたようね。いい火力だわ。降臨ゲット。2体も超優秀な HP 最大時攻撃力アップ。勝った、第3戦艦。これは2日目残りは100倍速でいいわね。HP 最大時カットアップ2つに気筒強化と HP 最大時攻撃アップ。タリスマンも気筒強化と聖なるサソリ完備。火力も耐久も申し分ない構成ね。あれ？降臨なのになんかやたらと私狙われるわね。ミケラの降臨撃ってる追跡者さんより明らかに狙われてる？味方が狙われにくい武器持ってたりする？味方の装備確認したら案の定追跡者さんのサイスに狙われにくいがついてたわ。メインウェポンだから捨てられないしこれはしょうがない。私も経験あるわ。さあ行きましょう。2戦連続のストラゲス。お、片道だけで700ダメ出てるわ。味方はもっと出てるけどね。1分ちょいで半落を撃破。楽だわー。この感じだと衝動もすぐ終わるでしょう。はひ。2連投げ。この攻撃をかわせるかどうかがストラゲスうまいかどうかの分水嶺。私は、毎回絶対1回は食らってる気がする。特に問題なく最終段階へ。あれ D さんが落ちた。ということはターゲットは、もちろん私になるわよね。この連撃止まってたら当たらないって聞いてはいるんだけどどうしても怖くてローリングしちゃう。本当に私しか狙ってこない。降臨使用時にこれは新鮮だわ。まあこうやって遊んでれば追跡者さんが救助してくれるでしょ。ナイスー。はい。よし今度は2連投げ回避成功。でもいい加減1回目から回避できるようにしないとね。お、来た来た。それ避けるのは得意。なんなら今まで1回も食らったことない気がするわ。今回も綺麗に4つ重ねられた。クラブ回収なんてさせないわ。はい撃破完了。やっぱり味方の火力があると楽ね。もうこいつと長期戦はやりたくないわ。イエイ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 。ありがとう2人とも、また会いましょういつかリムベルドで。今回の一番の敵は大赤熊だったわね。勝った勝った。これで28連勝ね。全然死の騎士来ないから楽なはずなんだけど大赤熊も強敵なんだって再認識できたわ。このままどんどん連勝伸ばしていきましょう。とりあえず目の前の30連勝達成目指すぞ。ではご視聴感謝、また見てね。